まりましたギターラジオ。ギターや音楽にまつわるさまざまなことについて、聞くだけでちょっと得した気になれるような情報をお届けしていきます。ラジオのように気軽に聞き流しながら楽しんでいただければ幸いです。今回はギタリストなら持ってない人はいないであろうカポタストについてです。アコギを弾くときは比較的よく使いますが、エレキギターではあまり活躍の場がない気がします。これは一体なぜなのでしょうか。カポタストの利点は、ナットの位置を疑似的にずらすように任意の位置で開放弦の音が得られるというところですね。エレキギターであまりカポを使わないのは、この辺りの便利さを享受できない、もっと言えばカポを使うことでむしろ不便になってしまうためだと思われます。これから具体的な理由を考えていきますが、画面に現在の主題を表示しながらお話を進めていきます。何の話題かわからなくなってしまった時の参考にしていただければと思います。まず一番の理由は、エレキギターでは開放弦をあまり使わないことにありそうです。開放弦を使わないならカポをつける意味があまりありませんよね。エレキで開放弦をあまり使わない理由はいろいろ考えられます。例えば E の音を弾く場合、1弦の開放弦でも2弦の5フレットでも弾くことができます。これらは全く同じ E の音ですが、音色が結構違いますね。アコギでは開放弦の音色がマッチすることが多いですが、エレキでは開放弦は少し浮いた感じに聞こえてしまうことも多いです。これは実際に和音やメロディーを弾いてみてもらえると実感できると思います。もちろんあえて開放弦の音色を選択することもありますが、音源する方に比べて低頻度なのは間違いありません。開放弦は消音しづらいのも理由の一つです。音源しているなら押さえている指を離すと音を消すことができます。しかし開放弦の場合は鳴っている弦に触れて振動を止めるという動作が必要になってきます。これではキレの良いカッティングなどは少し難しそうですね。エレキはディストーションなどで歪ませてパンチのある音色にすることも多く、消音できなかった音が致命的なミスト音になることも考えられます。開放弦は別に何も悪くないのですが、エレキではちょっと不遇な感じがしますね。さらにエレキではコードを6弦すべて使って弾かなくても良いことも挙げられます。なぜならエレキを弾く場合は大抵バンド編成でベースがいるので、低音を弾く必要がないためです。低音弦を弾かなくても良いので左手の押さえ方の自由度が上がり、開放弦を使わなくても多彩なボイシングができますね。逆にアコギだと多くの弦を使用する音域の広いコードフォームを使うことが多いです。左手は親指を除くと4本しかないので、6弦を有効に使って弾くにはどうしても開放弦を利用することが多くなります。このあたりはアコギが弾き語りに使われることが多いのも関係しているかもしれません。弾き語りでは歌に集中するためになるべく開放弦を使ったローポジションのコードを弾くのが有効です。さらに開放弦の豊かな音色を使うことで、ギター1本でも歌を包むような広い音域を出すことができます。ということは弾き語りではカポタストが大活躍ですね。カポをつけると物理的に指板が少し狭くなります。例えば4フレットにカポをつけると、実質的にはカポをつけない時の開放弦から3フレットまでの音が出せないことになります。アコギだとローコードのみで伴奏することも多いので問題にならないことが多いです。しかしバッキング、ソロ、オブリガードなどのさまざまな役割を担うことがあるエレキでは、指板が狭くなるとプレイの選択肢が限定されてしまいます。曲の途中でカポを付け外しすれば良いと思われるかもしれませんが、それはそれで次のような問題が起こってきます。ほとんどの場合、アコギに比べてエレキの方が弦のテンションが弱くなっています。テンション、弦の張力については、アコギでは大変なチョーキングが、エレキでは比較的楽にできることでその違いが実感できますね。チョーキングがしやすいということは、逆に考えると少しの力で音程が変わりやすいということになります。これはエレキでカポを装着すると機器をつけるべき点になってきそうです。強くカポをつけると音がシャープしてしまう。逆に弱くつけると弦がビビってしまう。もちろんカポをつけてから再度チューニングをし直せば良いのですが、手間がかかってしまいます。
曲の途中ならチューニングは一層困難になってきますね。エレキギターでチョーキングする時を考えます。目的の音まで上がったかの判断はもちろん耳で聞くのが確実な方法になります。しかしそれと同時に左手の感覚から行き過ぎか足りないかを感じ取ってはいないでしょうか。この弦でこのポジションでこの音程なら左手の力はこれくらいになるという感覚ですね。実際にプレイしている時は無意識かもしれませんが、手から感じ取る情報をさまざまな判断につなげていることも多いはずです。カポをつけると弦長、スケールが変わるため、同じ音にチョーキングするにも必要な力が変わってきます。具体的に刃弦の長さが短くなるので、より力が必要になる方向になりますね。そうすると普段の練習で養ってきた感覚が使えなくなるという事態になってしまいます。せっかく楽器を自由に操るために練習をしているのにカポをつけると感覚が狂うとなると、少し躊躇してしまわないでしょうか。一方アコギでもチョーキングをすることがありますが、半音上げるだけだったり使用回数が少なかったりするのでエレキほど問題にはなりません。そういえばホテルカリフォルニアの冒頭のアルペジオは7カポで有名ですが、ライブではどうやって再現しているかご存知でしょうか。ライブ映像を見てみると、上が12弦で下が通常の6弦のダブルネックギターを使っているんです。上の12弦の方は7フレットにカポをつけてアルペジオ専用にする感じですね。なんとも賢いやり方ですが、これは簡単には真似できそうにありません。何はともあれ、エレキを弾く時のカポの出番はあまり多くはなさそうです。今回はその理由を考えてきましたが、逆に考えるとそれらのデメリットを払拭できるくらいの効果が得られるなら、カポをつけるのもありということですね。まあ投稿主は効果的な使い方を思いついていないんですが、とにかくこれまでなんとなくでしか考えていなかったエレキでカポが使われない理由がなんとなく整理できたところで、今回はおしまいです。それではまた次のギターラジオでお会いしましょう。